は余計な前振りは置いときまして、サクッと始めていきたいと思います。で、今回でこのお話5回目になりますけれども、前回はタオスという場所に行ったという話と、あとその滞在先のホストからスピリチュアルジャーニーという言葉を授かったというお話をいたしました。このことについては前回の動画で詳しくお話をしておりますので、もしまだ見てないよっていう方だったりとか、もう一回思い出したいなっていう方はね、前回の動画にもお立ち寄りください。で、その目的地タオスっていうことが終わっちゃって、あとは魂に自由にしなさいって言われたんだけど、ただまだ帰ってはダメよっていうふうに言われたんですよ。なんでか。まだやること終わってないからって。じゃあまだホピ族の村に行ってなかったから、ホピ族の村に目標を変えまして、次はギャラップという町に滞在することにいたしました。で、私結構ブッキングドットコムを使ってホテル探してたんですけど、今回ね、そのギャラップに泊まった時のホテルを決めた理由がさ、なんかホテルの参考写真にネイティブアメリカンの絵が描かれた壁画が写っててね結果的にホテルの壁だったんですけど、いや、もしかしたらここネイティブアメリカン経営してんじゃねえのって思ったんですよですぐ決めました。で、決めたのは良かったんだけど、アメリカのインディアンではなくってアジアのインディアンがね経営しておられるホテルでございました。インディアン違いではありましたけれど、結果的にそのホテルに8泊することになっちゃって、というのもそのインド人の経営者のおばちゃんに部屋をグレードアップしてもらったりとか、なんかいろいろ親切に気をかけてくれてね確かに年季の入ったホテルで設備は古かったけど、とにかく綺麗にしてたってことが決め手でしたね。やっぱ衛生面って大事だよねそんなのも含めて結局コスパが良かったっていうのが一番なんだけど、そこから再び計画の練り直しだったりとか、その安いホテルを拠点にしながらね、ホピの村とかいろんなとこに行こうって決めたんです。で、そのホテルにいる間にそれまでに辿ってきたことをまた思い返してね、タオスの一件以来ちょっと意気消沈してて、やっぱ目的がなくなるとちょっと燃え尽き症候群みたいになるじゃん。で、だんだんまた不安に思ってきてねこれからどうなんのみたいな感じで、もちろんね、その間に魂たちもヒントくれたりとか、大丈夫だっていう風に言ってくれたりとかしてたんだけど、でも目に見えたり何かことが起きなかったらなかなか信じられないじゃん。もうそんなことよりも今のモーテル生活の方がつれえんだよと思ってね、いや、もうさすがにアメリカ物価が高いし、でも美味しいご飯も食べたかったし、お風呂にも浸かりたかったんですよ、いい加減そりゃあなたアメリカでお金を出せば解決できることだってあるのよって思うかもしれないけどさ。でも私には無理だ、貧乏旅行していくから。だから私みたいな貧乏人はとっととゴーホームすりゃいいんですよ。どうせ孤独だせ。誰もつていにがら。一旦日本に帰った方が心身ともにお金も休まると思ったんですよだからそのタイミングで帰る便を予約しました。今度はね、サンノゼから日本に帰ろうと思って、もうこうなったらニューメキシコ州からカリフォルニア州のサンノゼまでもう車で旅行しながら帰ったらいいわって思ったんですでさ、この帰る日を決めたらなんか知らないけど急に旅が楽しくなってきてねうわ、やっぱ土産買わなきゃとかさ、あとどっか行きたいとこなかったっけとか、魂のヒントってどこだったっけとかいろいろ考え始めたんですよだから帰る前にやれることやっとこうってちょっと思いましたもん。いや、またこの一件で人は何かしら目標を持った方が強いなって改めて思いましたね。ただ最近は目標を見つけるのがちょっと大変な気がするからさ、それなら行動を起こして目標を見つけるしかないね、多分さあ、というわけで話を戻しますけど、帰りの飛行機が決まって旅が楽しくなった私はですね、次はホピ族の村に、ギャラップから片道だいたい 2,3 時間ぐらいかけて行ったと思います。で、そのホピ族の村に向かう途中にナバホ族と呼ばれる別の部族の敷地内を突っ切っていきます。このナバホ族はアメリカ一大きなリザベーション、敷地内を持っているネイティブアメリカンだと言われております。その他にも日本とナバホ族ちょっと関係がございまして、第二次世界大戦中の時にナバホ族の言語を使ったナバホコードというもので日本軍はそれを読み取ることができず敗退してしまったという歴史がございます。そのようなね、影響力の強い
広大な土地を持っているナバホ族に囲まれるようにして暮らしているホピ族でございますけれども、若干ホピ族とナバホ族、部族間の対立があるような雰囲気が漂っていましたね、なんとなくだけど。歴史的背景とかね、いろいろあるんだと思います。っていうか、そもそもね、私、ネイティブアメリカンに呼ばれてやってきてるので、この私に起こった不思議な現象を理解できるのはネイティブアメリカンしかいないと思って、もうさっさと友達作って私の話を聞いてもらおうと思ったんだけどさ、全く当て外れたね。全然友達ができないどころかっていうか、そういう人に出会わなかったんだよ。まあ寂しい展開だったと思うんだよね。寂しい。だからもうせめて帰る前にホピ族の誰か一人でも友達になってくれないかなと思って期待を込めて行ったんです。このホピ族は、行きたかったっていうのもあるけど、2人のねアメリカ人にもおすすめされたところなんで、何か縁があるんじゃないかなと思って行ったのもあります。とは言ってもね、何のつてもありませんので、まずはね村のビジターセンターの方へ行きまして、ホピ族の伝統でも勉強しようかなと思ったんですけども、空いてなくてね。だから隣の土産物屋のおばちゃんにさ、博物館開くんですかみたいなこと聞いたら、もうずっと開いてないよって言われちゃってさ、多分二度と開かないような雰囲気だったわ。で、ついでにその土産物のおばちゃんに、どうやったらホピの人と交流できますかって聞いたらさ、確かね、ファーストメサーだったと思うんですけど、そこは神聖な場所みたいで、遺跡だったりとか、なんか有名な祝いがあるっていう風に言ってましたね。でもそこには専用のホピ族のガイドがいないと入れないよって言われて、なんか名前と電話番号が載ってる紙の一覧を出してきたんですよ。で、あとは自分で選んで勝手に交渉してくださいって言って渡してきてね。いやーでも個人でガイド雇うって高いだろうなと思って、まず貧乏旅行だから無理。あと交渉するの苦手だから無理。で、英語もよくわかんないから理解するのが無理。だからもうこんだけ無理が多いと、いくらね行きたくてももう諦めるしかないよね。セカンドメサーじゃない、サードじゃねえ、ファーストメサー。だからこんな調子なんですよ。で、今回ここまで来たんだけど、結局ファーストメサーには行けないし、ホピ族との交流も難しいのかなと思って、もうね、私、肩が地面に落ちるほどがっかりしていました。いや、どんなホラーだよ。で、暑い中、ビジターセンターの前で首がもげるほど下向きながらいろいろ考えてたわけ。これからどうしようかな、また目的見失ったなと思って。で、そんな感じでうじうじしてたら、なんか遠くの方でハローって聞こえたわけ。で、パッて顔上げたら、なんとネイティブアメリカンっぽい年配の女性の方がこちらを見て挨拶してくれてるんですよ。いやもうこれきっかけだと思って、もう躊躇なく駆け寄っていきましたよ。どうもこんにちはみたいな感じで。いや、私ね、あんな瞬発力あるとは思いませんでしたよ。ものすごいスピードで行ったもん。で、ホピ族の方ですかって聞いたら、そうだよって答えてくれたんで、あ、やったと思って、私、ホピ族の文化とかに興味あるんですけどって言ったら、あ、そうなのじゃあいらっしゃいって言われて、一応ついて行ったんですよ。そしたらね、ちょうどビジターセンターの駐車場の横に、何軒か出店みたいなのがあって、そこに連れて行かれました。で、その方の息子さんが、ホピ族伝統のカチーナドールというものを作っているということで、一応見学させていただきました。で、そのカチーナドールっていうのは何かというと、ホピ族の神話に出てくる、精霊をかたどったものらしく、家とかにね、飾っておられるみたいですよ、あちこち。で、そのカチーナドール、ホピ族の伝統のものなんだけど、他の部族が作ってたりとか、メイドインチャイナが増えちゃって、本家本元のカチーナドールが売れなくなっちゃったって嘆いてましたね。そのこと言っちゃうと、日本もアニメキャラとかひどいことになってるからね。いや、もう外国に行ったら、ドラえもんどうしたんだよ、この顔っていうのあちこちあるじゃん。だからもうどこでも似たようなことに悩んでるんだなと思いました。で、そんなカチーナドールについていろいろ聞いた後に、その土産物屋のおばちゃんにさ、私に起こった不思議な話を勢いよくしちまったんだわ。いやもうホピ族のね、年配の方だから何か知ってるんじゃないかなと思ったんですよ。そしたらね、おばちゃんちゃんと親身に考えてくれて、あなたのそれは大変ね、みたいな感じで。だから私も誰かそういうのに詳しい人っていませんかって聞いてみたんです。そしたらそのおばちゃん、私の元夫はメディスンマンなんだよって言ってきたんですよ。え、メディスンマンって言ったらシャーマンみたいな人って聞いたらそうそうって。
確かネイティブアメリカンのメディスンマンって言ったら、もういろんな霊的なことが強いというかさ、なんかご神託を受けるような人あと、なんか薬とかも作れるみたいな、いろんなことができる人っていうのかな。まあ、ちょっとうまく説明できないけど、スピリチュアルのど真ん中にいる人みたいなイメージでしょだから、超スピリチュアルティーチャーってことなわけよ。なんで、おばちゃんに、ぜひお会いしたいですって交渉しました。そしたら一応電話番号をくださいまして、その場で私、電話かけてみたんですよ。でも全然繋がらなくてね、なんでかっていうと、ホビ族の村って本当電波が弱くて、いろんなとこで電波が途切れるんですよ。だからおばちゃんに全然繋がらないんだけどって聞いたら、だったら近くのホテルのとこ行って電話借りて繋げてみたらって言われたからさ、そのホテルのフロントまで行って電話を借りて、またかけたんだけど、全然繋がらなくてね。だからまたおばちゃんのとこ戻って、全然繋がらないんだけど、どうしたらいいですかって聞いたら、じゃあもう近くに家があるからそっち行ったらって言うんですよ。もうすぐそこだとか言ってね、そのすぐそこっていうのが全然わからなくてね、なんだろう、道路を出て右、そして上に行ったらすぐあるよみたいな感じで言うんだけど、もうただの砂漠しかないわけよ。で、キャビンに住んでるっていうからさ、もう私の考えてるキャビンっていうのはさ、キャンピングカーかトレーラーハウスみたいなそんなイメージだと思ってたんですよ。だから近くにあるって言ってたけど、全然そういう系の家ないなと思って、結局またおばちゃんとこ戻って、そういう家見つからなかったんだけど、電話してもらえませんかって言ったら、じゃあ仕方ないねみたいな感じでちょっと電話してくれようとしたんだけど、結局おばちゃんの携帯でも繋がらなくてさ、いやもう私の前の旦那だし何をしてるかもうよく分かってないんだよって言ってきたので、まあちょっとおばちゃんにそんな強制したら悪いなって思ってきて、もうおばちゃんいいよ無理しなくてごめんねって言って、まあそりゃさ、私もメディスンマンに会えないなと思ってがっかりはしてたんですけど、まあせっかくね、ホピ族のおばちゃんとも出会ったことだし、楽しく談笑して帰ろうかなって思った矢先、急におばちゃんがさ、あれだよあれ、あれなんだよ、あいつが来たよって急に騒ぎ出したんですよ。そしたら私たちの目の前に車が1台止まりまして、中から女性が出てきて、おばちゃんにお菓子と飲み物を渡して、また車に戻ろうとするんですよ。そしたらまたおばちゃんが、ゴー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 って言うんですよ、私に。で、なんか、もしかしてメディスンマンかと思って、私も勢いよくね、その車に向かって走っていって、そのメディスンマンが乗ってる、車のガラスにトントントンってしてさ、すみません、私、日本から来たものなんですけど、あなたメディスンマンですよねって聞いたら、イエスって答えてくれたんで、私ちょっと精神的にまずいことが起きてまして、ちょっと聞いていただきたいんですけど、よろしいですかって聞いたんですよ、めちゃくちゃな英語で。そしたらその方が、OK、あなたは日本人ね。じゃあ、今から僕は集会があるから、夕方の5時ぐらいに僕の家においでって言ってくれたんですよ。で、私、家がまだ分かってないんですけど、どこですかって聞いたら、いや、その木の後ろだよって言ってくるんで、OK って一応その場では言ったけど、その後その家を探すのにすっげえ苦労するんだわ。